ネバダでロボタクシーが最大5000台、セマイに500台の受注と欧州展開の発表、中国で約300万台のリコール、そしてモデル Y から電気が取り出せるようになりました。一見全く別々の話に見えます。おはようございます。ケンです。今日の結論を先に言っておきます。今週の4件っていうのは、テスラが車を作っている会社から運行と供給と安全を継続して管理するということに対してしっかりと取り組んでいるっていうのがよく伝わった1週間だったと思います。あとはここをしっかりと担い切るかどうかっていうところが重要になってくるんじゃないかと思います。では今日はですね、この1週間をまとめて見てみたいと思いますけれども、まず今日は4件をニュースとしては並べません。同じ物差しで見ていきたいと思います。何が確定したのか、どこまでが計画で、どこからが実績なのか、そしてテスラが新しく引き受けたのは何なのか、この3つで順番に整理をしてみたいと思います。先に断っておきます。今日の話には確定した事実と報道されていることと僕の分析が混ざります。特に今週は認可と実動、受注と納車、リコールと品質評価、この3組を混ぜないことが大事です。画面の色で区別をしてみたいなと思いますので、そこを見ながら聞いてもらえればと思います。まずはタクシーです。8月20日、ネバダ州の運輸局がテスラの本許可を承認しました。クラーク郡で最大5000台まで展開できます。それまではラスベガスのストリップの限られた区間で10台だけでした。規制上の枠が500倍になったというところです。でも、ここっていうのは分けて見ることが必要だと思います。同じ会議でテスラのエンジニアがこう述べています。5000というのは我々にとって常に上限でした。2500台くらいまでいけたら非常に満足だと。承認された数字と会社が現実的だと考える数字っていうのが違うんです。そしてもう一つ大事な数字があります。報道によればテスラの完全無人のロボタクシーは全米で同時に走っているのがおよそ20台程度なんです。認可は5000台、しかし実動はおよそ20台。認可が広がることと車が増えることっていうのは別の話なんです。そして次はトラックの話です。8月18日、スウェーデンのアインライドがテスラのセマイを500台導入すると発表しました。公表されているものとしては、セマイ史上最大の規模です。これまでの最大は5月の Watt EV による370台でした。そしてこの中身見てみたいと思いますけれども、配備先は北米でカリフォルニア、テキサス、ニュージャージー、イリノイ、ジョージアの5州、9月から始めて24ヶ月かけて段階的に入れていきます。Amazon などの顧客の輸送に使われるようです。そしてこれらのトラックっていうのは自動運転ではまだありません。運転手が乗ります。そしてここも分けてみます。受注と納車は別です。テスラはセマイの生産台数も納車台数も公表はしていません。工場は年5万台の設計ですが、電池パックの生産が当面の制約だとされています。500台という数字は需要の証拠であって供給の証拠ではまだありません。そしてもう一つ8月20日に発表があります。テスラがセマイを欧州へ持っていくと公式に表明しました。9月にドイツのハノーバーで開かれる IAA トランスポーテーションで欧州向けの仕様と発売の詳細を明らかにするとしています。価格もどこで作るのかっていうのもまだわかりません。そして3件目に行きますけれども、3件目は中国のリコールです。8月21日、テスラは中国で約298万台のリコールを届け出ました。これはテスラにとって全市場を通じて過去最大のリコールです。実施は9月25日から行われるというところです。こちらのリコールなんですけれども、問題になったのは外側のドアハンドルではありません。車内にある緊急用の機械式レバーです。これが内装と色が近くて見つけにくいと指摘されました。大きな事故で低電圧の電源が失われると電動のボタンが効かなくなります。この時にその機械式レバーを使えるかどうかっていうのが問われるんです。そしてこの対策なんですけれども、中身を見てみたいと思いますが、テスラが行うのは警告ラベルを無償で貼ることとソフトウェアの遠隔更新です。更新の中身は衝突を検知したら
自動で窓を下げるというものです。ドアの機構そのものを作り変えるわけではありません。ここは事実として正確に押さえておいてください。そして同じ日にもう一つの届け出がありました。中国製のモデル3とモデル Y 約274万台に対する運転者の注意監視の改善です。こちらは遠隔方針のみで即日実施です。運転支援を使っているときに運転手へ注意喚起が十分でないという指摘があったようです。そして大事な文脈があります。同じ日に11社が同じ問題でリコールを届け出ています。合計700万台以上です。中国の自動車市場最大のリコールです。シャオミ、シャオペン、ジーカ、チーリーなども含まれています。そして中国では2027年から完全に隠れたドアハンドルが新基準で禁止されるようです。そしてここは実用的な話です。今回のリコールは中国での届けであり、日本での実施を意味しません。ただ、緊急時にドアを開けれるかどうかっていうのは、どの国にも関係しています。自分の車の緊急解除レバーがどこにあるのかご存知ですか？もしご存知ない方はですね、一度確認してもらった方がいいんじゃないかと思います。そして4件目に行きます。80ドルのアダプターで対応するモデル Y から外部機器へ給電できるようになりました。最大 2.4kW です。車のバッテリーを走るためだけではなく、電源として使えるということです。ただし、条件があります。使えるのは新しい電力変換ハードウェアを積んだ車だけです。既存車に後付けする手順も公開されましたが、報じられている部品代は1750ドルです。そして日本ではまだ提供はされていません。短く他の動きにも触れておきます。スウェーデンでは3年近く続いていた労働争議が終わり、封鎖されていた264機のスーパーチャージャーが開放されます。モデル YL は実測でモデル Y シリーズ最長の航続を記録したとも報じられています。そしてソーラールーフがおよそ10年で終了すると報じられています。そしてここからが本題です。今日の4件並べてみます。ロボタクシーは車を売らずに運行そのものを提供します。セマイは売った後に充電と稼働を支え続けます。リコールっていうのは売った後の安全に責任を持つ話です。V2L は車を電源として使い続ける話です。共通しているのはこれだけです。どれも売った瞬間に終わっていないんです。運行を管理する、充電網を用意する、安全を担保し続ける、そして電力として供給する。テスラは車を作っている会社から運行と供給と安全、これを継続して管理する会社とも言えるようになってきているんです。ただしこれっていうのはいい話だけではありません。運行を提供するなら事故の責任が近づきます。充電網を用意するなら設備の負担が増えます。安全を担保し続けるならリコールっていうのは避けられません。売って終わりの会社より引き受けるものが多い会社になっているという側面もあるんです。なのでここっていうのは切り分けておいた方がいいと思います。確定しているのはネバダの承認、アインライドの受注の発表、中国のリコール届け出、V2L の販売開始です。一方、まだ未確認なのは実際の稼働台数、セマイの納車台数、リコールの実施結果と日本での提供の時期です。どれもこれから確認していく段階になっていくというところになります。では最後にこれから見ていく5つを置いておきます。ネバダで実際に何台が始まるのか、セマイの納車が9月に始まるのか、中国のリコールが9月25日に実施されるのか、V2L が他の地域へ広がっていくのか、そして日本での提供に動きがあるのかどうかです。数字が出たらまた皆さんと一緒に確認できたらと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末が 341.93 ドルで、今週末が 362.86 ドルということで、正解は
上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は388票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 66% で、これらの方が正解となっております。次にコメントをしてくれた方の結果を見てみたいと思います。今回は5名の方が正解です。そして連続正解ですが、現在3週連続の方が4名いらっしゃいます。ぜひ4週連続を目指されてみてください。そしてこのアンケートですけれども、4週連続で正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。